さんこんにちは、ルリコです。今日はデイトナを復活させます。はい、というわけでただいま私は神奈川県の海老名サービスエリアにおります。今日はデイトナを復活させるということなんですが、いやはやぶさじゃんって思うじゃないですか。今日はこのはやぶさを、乗っていってデイトナを引き取りに行くというコースでございます。というわけで早速向かっていきたいと思います。あ、デイトナまだ生きてたんだって思ったでしょ。思ったでしょ。わかる。だって動画最後に出したの3年前じゃない？多分最後は福島のバンダイ東スカイライン行った時じゃないかな。でそこからはやぶさで九州の方最後旅に行って、そこからね妊娠してバイクにはしばらく乗れていなかったので、その間、旦那氏にはやぶさとデイトナを動かしてもらってダメにならないようにしようと思ってたんですが、ダメでした。デイトナに関してはバッテリーが上がっちゃって変えなきゃってなってたんだけど、なかなかね手をつける時間がなくずるずると引きずってしまい、視聴者さんからはすっかりはやぶさの女になってしまいましたね。もうデイトナは手放したんですか？はい、そんなコメントが多数入っております。そんなつもりはないんだけど、確かに頻度で言うとそうなるよねって。だってはやぶさ楽なんだもん。ついつい楽なはやぶさに乗ってしまう。でもやっぱこの 2,3 年乗らなかったとしてもはやぶさを売ろうっていう気には全然ならなくて、だってもう2年経てば車検また取るじゃん。保険だって全然意味ないのに払ってるじゃん。もったいないよね。だがしかしデイトナの良さというものは、私はエンジンが大好きなので、もう久しぶりにそのエンジンを聞けると思うとね、とってもウキウキでございます。はい、というわけで今私は神奈川県の厚木に来ているんですけれども、いつもデイトナやはやぶさのメンテナンスお世話になっている元トピックスさんに今向かっています。あ、待って、もう見えた。デイトナさん、デイトナさん。はい、というわけで元トピックスさん到着しました。じゃん。やってるデイトナだ。お疲れ様です。お疲れ様です。す。なんか最近よくいろんな YouTube で見かけますけど。YouTube でよく出る人になってる。そうですね。社長やからね。そうだね。最近ねマジでね、この人よう喋るなって書かれてて。どっちのチャンネルかわかんなくなるやつ。今日は本業の時間です。久しぶりのデイトナさん。そう、うちからしても久しぶりのルリコちゃんです。前回だってサインもらった時でしょ。いつだあれ。あれだよ、CRF の売却の時だよ。でしょ。だから2024年8月21日のあれでしょ。そうだよね。2年ぐらい前。整備では、俺が取りに行ったりはねしてるから会うんだけど、うちの店には2年ぶりよ。そうなんです。久しぶりです。なんかさ、バイクの数やばくない？やばい。外見て。これ全部しまうんだよ、帰る時に。嘘でしょってぐらいあるんですよ。これを全部帰る時にこの中の残ってるスペース全部しまうんですよ。なんかしかもさ、車両がなんかさ強すぎない？なんか H2 カーボンだったり、あと FRC だったり HP4 で、あとは M 線とかいっぱいある。なんかあんま見たことないようなやつが。これとかわかんないでしょ、ルリコちゃん。全然わかんない。 RSV 線とか V ツインだったりとかするやつとかね。あとはもうパニガーレはほぼなんかもう一通り揃ってるぐらいの。そうだね。なんか前まではさ、デイトナがめっちゃあった印象なんだけど。だからルリコちゃんが前に来た時は、なんか人が通れるライン作ってたんだよ。そう歩けてたよ。そう。見れたよ。無理だよもう。しまう時、しまって帰る時俺らこうやって通るのも。そうだよね、そうだよね。だから2年ぶりでこれですよ。歩く隙間本当にない。そう。ないし、スーパースポーツばっかりだね。わかんないと思うけど、デイトナとトリプル合わせると今26、7台ぐらいいる。そんないんの？パッと見見えるデイトナで見てみ。ちょいちょいいるよね。そう、ちょいちょいいるでしょ。ちなみに今ルリちゃんのカラーは4台あるよ、こんなの。1台、2台、そこに3台でしょ。もう1個その後ろが今カウル外れてるけど、ほら、その1個後ろが。じゃあスペアがいっぱいある。やっばー、気持ち悪い。外装はないけど、フレームとかは全部スペア取ってってやるから、ルリちゃん用に任せなさい。
ということで多分あれじゃないですか、前回カットされてた、カットされていたところか、多分動画に映ってないでしょこれ。そう、いやカットしてない。だって載ってないもんな。そう。苦しき思い出、3年前のいきなりハヤブサのシートつけさせられなんか急にじゃあデートのシートも貼っといてっていう。そうなんです。実はシートをね変えてもらったんですよ。はい、でこれ弊社大変なんです。これお客様が本当にちょっと触るだけで黒くなるんですよこれ。白いからね。そうで、あとなんか黄ばむんですよこれ。だから毎回真っ白にしてんだよ。大変これ。ありがたい、ありがたい。すごいかっこいい。そうちゃんと綺麗にね、貼ったから。うわー、なんか久しぶりにちゃんと見たよ。ちなみにやっぱり乗ってる回数ははやぶさの方が多いじゃん。そうで、やっぱちょいちょいダメな場所があったんで、今回はちょっとちゃんとモトトピックスの、ちゃんと仕事してる瞬間をちゃんとしたところを見せるんで今日は。ということで、仕事をさせてくださいということで、2回行きましょうか。あ、わかりました。2階ができたんですか。できたのよ。おお、すごい。ちょっと中途半端だけどね。あ、はい、行きます。じゃじゃん。すごい、めっちゃおしゃれ。何この空間。作ったんすよ。すごい。全部自分たちで作った。これもそうだし、壁も作ったし。めっちゃおしゃれだね。はい、ということで今回はデイトナちゃんの整備でございます。前回、動画にはないけど車検受けさせてもらって、そこから1年後なんで1年点検という感じですね。で、今回バッテリー交換もで、バッテリー上がっちゃってるんで交換と1年点検と、オイルフィルターで、前回フィルター交換してなかったからオイルフィルターも交換したよっていう。でやっていくうちに、マフラーのフランジが緩んでたりとか、締め付けもやってますけど、あとクーラントが漏れちゃってたりとかしましたというところで、ここからがうちの強みになるんですけど、こんな感じで、デイトナちゃんの写真がありまして、ここから、ここが緩んでたよと。バッテリーも一応これで交換しました。台湾ユアースのやつですね。で、これ整備した時にここのオイル漏れが発見、ごめんなさい、クーラント漏れが発見されました。こんな感じ。明るくするとこれこのただれてるのがクーラントで、ちなみにうちデートナめっちゃ強いお店なんですけど、最近めっちゃ増えたこの件。そうなんだ。常時在庫を用意していくぐらいめちゃくちゃ増えて。なんで起きちゃうのあれは。言うてもう20年選手だよ。20年前のヘアゴムなんか使えるわけないでしょ。使えないもう使えないそうなんで、そのヘアゴムみたいなのがついてて、それが切れちゃってたよっていう。でこれが写真でオイル交換している時ですね。でクーラントこれ入ってたやつを抜いてて、でそのホースもプチュって外して清掃しました。でオイルフィルター交換しました。これもっと作業しながら写真撮っちゃうんで順番ぐちゃぐちゃになっちゃってますけど、でブレーキスイッチみたいな感じでこんな感じで全部写真があります。でさっき言ってたのこれのこの完全にヘアゴムいるでしょ。本当だそうこれが今次の写真で、ここに刺さってるんです。で、こっちが新品で今から交換するようなんですけど、もう形も変形してるし、ちょっとちっちゃくなってるし、あからさまにその20年のヘアゴムですこれは。はい、なんで結果的に漏れちゃって、でこれがちゃんとした両方とも新品でこれに付け替える、こっちより細くなってるよっていうのが分かる写真ですね。これとこれでこれを全部交換すると、こういうところの磨いてもう大丈夫なようにしてから全部付け替えしましたという感じです。はい、で最後オイルフィルターを、オイル入れて終わり。はい、で一応バッテリーが最後の写真なかったんでバッテリーも交換してって感じです。うちだと整備すると全部こんな感じに。はい、って感じで、こんな感じで整備が一通り終わって、でこれを最後 LINE で共有して終わり。あ、送ってくれるんだ。あ、そうです。はい、って感じでさっきのやつだとその1年点検はこの今の締めたりとか、写真ない部分なんですけど、バッテリー変えましたよとかオイル交換しましたよとかここに載ってて、さっきの写真通りの整備やってましたよという感じでございます。一応補足ですけど、デイトナでずいぶん前に、ルリちゃんがやってたの廃棄デバイスが固着して7万円ぐらいのとかってあって、あれが実は廃盤なんですよ。だけどデイトナはうち ECU 側でマスクできたりとかするんで、本当にディーラーさんでもう直せないよとかいうバイクもなんとかできちゃいます。オトトピックスって買い取り専門ではなくて、なくなった整備工場でもあるの？そう、最近は整備もやるようになってる。だからもともと最初僕が創業した時って買い取りだけだったじゃないですか。で、一元さんはお断りしてたけど、ルリちゃんとかマットさんとかその知り合いのバイクはやってたりとか、あとは常連さんのバイクは僕が整備したりとかしてたんですけど、最近はもうどんなバイクでもやるようになったんです。そうなんだ。じゃあもうおすすめしていいってこと？全然来てください。整備もオトトピックさん。嬉しいのは買い取り。本当に買い取りね。
買い取りやっぱ最近だと某査定サイトとかいっぱい出てきたんですけど、査定サイトで1回トップの金額出たらそれでうちに送ってくれれば、大体プラス2万ぐらいはできるんで、できますカメラの位置は。そうなんでうちはメインそっちなんですけど、ただその KTM とかディーラーさんがやっぱ減ってきちゃったりとか、アグスタ中古で個人売買で買っちゃったけど、どこも受け付けてくれないとか、うちの旦那氏もそうだけど行き場のない迷子になってそう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 人が来れるんだね。来れますよ、まあうちは何でもやるんで、もちろん合う合わないあるんでね、ぜひ合うと思う方は来ていただければなっていう感じです、はい。本当なんか任せてすごい安心だし。ありがとうございます。これなんか元飛びの案件？案件だよね。だってここら辺にプロモーション含みますって書いてある。違う。俺この前お客さんに言われたんだよ。ゆりこさんって仲悪いんですよ。仲悪くない。だって YouTuber やる前からね遊んでるのか仲悪くないし、未だに全然お客さんだよって何言ってんのって言ったら、いやなんかツイッターで見たらめっちゃ怒ってるんですよね。まあ本当に仲悪かったらね。そもそも写真撮んないからね。来ないしよね。風評被害なんでうちは。なんでこれぐらいのしっかりバチッとモトトピックス紹介させていただきます。はい、もう終わりです。はい、というわけで無事にデイトナさんの整備の説明を受けまして、はやぶさはこのまま点検でお預けさせていただきます。ちょっと久しぶりのデイトナなんでどうなるかわかんないんですけど、乗るの楽しみです。今回はモトトピックスさんにお世話になっているんですけど、自分の車両の整備をお願いする場所がないとか、ちょっと特殊な車両で困ってるとか、何かお困りのことあったらぜひモトトピックスさんも聞いてみてください。はい、というわけで今回はここまでとなります。じゃあデイトナの動画はまた次回で。ではまた。バイバイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?